こんにちは、モンチーパンダチャンネルのモーさんです。理科室でトンボ玉を作ろう。動画ナンバー40、線流しをご紹介します。ABC の順番でご紹介します。分線バーナープロパンガス用を使いますが、今回は CB 管につなぎます。ちなみに燃費は1時間あたり 35g から 75g でした。プロパンガス用のバーナーを CB 管で使う方法は動画ナンバー9で紹介しています。改めまして A からスタートします。画像の作品を作ります。使用するガラスは生成ガラスの2色です。分線バーナープロパンガス用を使用しますが、今回はカセットボンベにつなぎます。A87 紫透明の玉に C2W 白を溶かして乗せます。ポチッとつけたら右へ伸ばして炎で切ります。ポチッとつけたら右へ伸ばして炎で切ります。白いガラスの端を温めて千枚同士で内側へ寄せます。手と指を合わせて安定させた状態で作業します。白いガラスを温めて炎から出して内側へ寄せます。4本とも内側へ寄せました。反対側も同じ作業をします。白いガラスの端を温めたら炎から出して千枚同士で内側へ寄せます。白いガラスの端を温めたら炎から出して千枚同士で内側へ寄せます。4本とも内側へ寄せたら炎の中でゆっくり回転させて溶かします。左手の回転を遅くします。炎が中心に当たっている状態です。炎が右側に当たっている状態です。炎が左側に当たっている状態です。白い線の流れ方を見ながら炎が当たる位置を変えます。玉を左右上下に動かしながら溶かします。溶かしすぎるとガラスが落ちてしまうので溶かしすぎないように注意してください。これぐらいの模様で完成にします。炎から出しました。炎から出してもガラスは柔らかい状態なので平行を保ちながら回転も続けます。29秒後にパーライトに埋めます。カセットボンベ側のダイヤルを回して炎を消します。完成品です。幅は約 8.6 ミリです。直径は約11ミリです。次は B です。画像の作品を作ります。A と同じ模様ですが、少し作り方を変えます。使用するガラスは生成ガラスの2色です。C2W 白の細引きです。太さは2ミリぐらいです。100均のペンチでカットします。後で思ったのですが、もう少し長いものを準備しておけばよかったです。分線バーナープロパンガス用を使いますが、今回も CB 管につなぎます。緑の玉に C2W 白の細引きを貼り付けます。玉の下側を温めています。細引きは少し温めます。炎から出して温めた場所を上に向けたら、温めた場所に細引きを乗せます。
玉と細引きのお互いが温まっていると、このようにくっつきます。細引きの端を炎に当てます。炎から出してピンセットで押さえます。もう一度炎に当てます。炎から出してピンセットで押さえます。この作業を繰り返して細引きをしっかり玉に定着させます。反対側も同じ作業を繰り返して細引きをしっかり玉に定着させます。定着しました。同じ作業です。玉の下側を温めています。細引きは少し温めます。炎から出して温めた場所を上に向けて細引きを乗せます。くっつきません。失敗です。温めが足りなかったようです。温め直します。炎から出して温めた場所を上に向けて細引きを乗せます。今度は細引きがくっつきました。玉と細引きお互いが温まっているとこのようにくっつきます。細引きの端を炎に当てます。ピンセットで押さえます。この作業を繰り返して細引きをしっかり玉に定着させます。細引きの端を温めてピンセットで内側へ寄せます。この内側へ寄せる作業ですが、細引きがもう少し長ければ必要ない作業なので、もう少し長い細引きを準備しておくとよかったです。千枚同士で同じ作業をします。細引きの端を温めて千枚同士で内側へ寄せます。細引きの端を温めて千枚同士で内側へ寄せます。A の時と同じです。手と指を合わせて安定させた状態で作業をします。細引きの端を温めて千枚同士で内側へ寄せます。溶かします。炎の中でゆっくり回していると溶けていきます。左手の回転を遅くします。白い線の流れ方を見ながら炎が当たる位置を変えます。溶かしすぎると模様が崩れるので注意してください。もうすぐガスがなくなります。ガスがなくなりました。ガスを交換します。交換には40秒かかりました。元の状態に戻りました。作業を再開します。この形で完成にするのも面白いと思いますが、今回は丸くします。溶かして丸くしていきます。丸くなりました。これで完成です。炎から出しました。27秒後にパーライトに入れて、ゆっくり温度を下げます。完成品です。幅約 9.9 ミリです。直径約11ミリです。次は C です。金箔棒で線流しをします。画像の作品を作ります。金箔棒の作り方は動画 12-B で紹介しています。分線バーナープロパンガス用を使いますが、今回も CB 管につなぎます。きなりガラスを使用します。A87 紫透明の玉に C1W 無色透明の金箔棒を溶かして乗せます。ポチッとつけたら炎に当てながら軽く押し付けていきます。最後は炎で切り離します。ポチッとつけたら炎に当てながら軽く押し付けていきます。最後は炎で切り離します。
ポチッとつけたら、炎に当てながら軽く押し付けていきます。最後は炎で切り離します。金箔棒をつける位置を失敗しました。この2本の間が狭くなってしまいました。修正します。少々強引ですが、ピンセットで移動させています。温めておいてピンセットでつまんでずらしています。これで修正は完了とします。少し温めてピンセットでつまんで内側へ寄せます。少し温めて内側へ寄せます。少し温めて内側へ寄せます。3本とも寄せました。反対側も同じく少し温めて内側へ寄せます。少し温めて内側へ寄せます。炎の中でゆっくり回転させて溶かします。金箔棒が溶け込んでいきます。左手の回転を遅くします。金箔棒の流れ方を見ながら炎が当たる位置を変えます。溶かしすぎると模様が崩れるので注意してください。全体がよく温まっている状態です。炎から出しました。25秒後にパーライトに入れてゆっくり温度を下げます。完成品です。今作ったこの玉を1番とします。この玉は A87 紫透明が土台になっています。A シリーズのガラスが土台になっています。違う土台で作った玉をご紹介します。2番は土台の玉が C33M 濃い青紫透明です。C シリーズのガラスが土台になっています。1番は金箔が集まって1本の線になっていますが、2番は集まっていません。1番は A シリーズのガラス、2番は C シリーズのガラス。土台の玉が変わると金箔の雰囲気も変わる一例です。2番と3番は同じ材料で作りました。同じ C シリーズで作ったのですが、金箔の雰囲気が違います。3番の金箔は集まって1本の線になっていますが、2番は集まっていません。2番と3番の違いはバーナーです。2番は分線バーナー、3番は A3 インターナショナルの B8 です。バーナーの火力の違いで金箔の雰囲気が変わる一例です。今説明した1番、2番、3番の玉を一つずつ紹介します。1番は A87 の玉に C1W の金箔棒、分線バーナーを使用しました。2番は C33M の玉に C1W の金箔棒、分線バーナーを使用しました。3番は C33M の玉に C1W の金箔棒。2番と材料は同じですが、バーナーが違います。A3 インターナショナルの B8 バーナーを使用しました。これで動画ナンバー40、線流しを終わります。理科室でトンボ玉を作ろう。モンチーパンダチャンネルのモーさんがお送りしました。ではまたお会いしましょう。